これ120テラです。どうもこんにちは、まみよしです。iPhone の容量が足りなくて契約したクラウドストレージの月額料金。容量が増えていくごとに月額1500円、4500円と気づいたらクラウドストレージに月額数千円払ってる方も多いと思います。そんな悩みを解決してくれるのが今回紹介するニューグリーンから新しく発売されたナシンク DH4300 プラスという NAS になります。で、NAS って聞くと結構使い方が難しいって思ってる方もいると思うんですけども、ニューグリーンの NAS に関しては UI とかもかなり初心者向けになっているので誰でも使いやすい設計になっています。ということで今回はこちらのナシンク DH4300 プラスの方をレビューしていきます。早速見ていきましょう。そしたらまずはユーグリーンのナシンク DH4300 プラス、こちらの基本スペックから紹介していきます。まずこちらの NAS に関しては 4bay モデルになっていて、ハードディスクを最大4台までマウントすることができます。で、現状出てるハードディスクの中で一番容量がでかいのが30テラなので、30テラを4つ入れれば最大で120テラまでストレージを拡張することができます。ただ30テラに関しては結構高額なので、こういった8テラバイトぐらいのハードディスクが一般的かなと思います。それでも32テラバイトのNASとして使えるので、家族全員の写真だったり動画、仕事のデータまで全てこちらの中に保存することができます。で、価格に関しては 59,880 円。今回は Amazon セールでさらに安く購入することができます。このNAS本体で6万円って考えるとちょっと高いって感じる人もいると思うんですけども、クラウドストレージみたいに月額費用が全くかからないので、これから数年単位で長期間大容量ファイルを保存していきたいっていう人はコストを安く抑えることができます。で、NAS って安いモデルだとこの CPU の性能が落ちて複数人が同時にアクセスするともっさりしちゃうとか、そういったこともあるんですけども、こちらは十分な CPU 性能を搭載しているので、複数のユーザーが同時にアクセスしてもサクサク動きます。今回の DH4300 プラスに関しては 2.5GB のランタン紙を搭載しています。これによって秒間312メガまでデータ転送できるので、しっかりとした通信速度を確保することができます。で、あと端子としては USB3.2 が2つに HDMI 端子、あとはリセット端子と電源端子になっています。ちなみにこの HDMI 端子は 4K60Hz に対応しています。この中の映像とかをテレビに映すとかそういったこともできます。で、表面は USB-C 端子に LED ランプ、そして電源ボタンになります。あとここに NFC も搭載されています。で、側面にはこんな感じで冷却ファンの排気口も搭載されています。で、本体の大きさに関しては 155mm×155mm× 高さが 215.7mm、重量は 1.5kg になっています。カラーは Mac でいうスペースグレーとスペースブラックみたいな感じの色味のツートンカラーになっています。そしたら早速こちらの NAS の方をセットアップして実際にどんな感じで使えるのかチェックしていきましょう。まずはハードディスクを搭載していきます。ハードディスクの搭載に関してはこちらの上の蓋を上に引っ張って外します。ちなみにこれマグネットでこんな感じで吸着されてますね。そうしたらこんな感じでトレイの側面つまむ感じで上に引き上げてあげるとトレイが取れます。トレイを抜いたらハードディスクを搭載していきます。ネジ穴が合うようになるので、ここにネジを付属のドライバーとネジで固定していきます。 2.5 インチ用と 3.5 インチ用のネジが付属しています。片側につきネジは1本2本3本、こちらでしっかりと固定します。そしたらここの数字を手前にするようにしてドライブに戻してカチッというまではめ込めば OK。 今回は2本搭載していきます。で、ハードディスク取り付け終わったら蓋をかぶせて、あとは AC アダプターを接続して付属の LAN ケーブルで NAS 本体とルーターに接続していきます。そうしたら電源を入れてこれで初期設定していきます。で、今回のモデルに関してはワンタップ接続機能っていうのがついてて、こちらの NFC のロゴの部分にスマートフォンをタッチするとこんな感じでウェブサイトが出てきて、すぐにアプリをダウンロードすることができます。そしたらスマホアプリから設定していきます。ユーグリーン NAS アプリを開いて同意して続ける。新しいデバイスを登録していきます。ローカルネットワーク上のデバイスは許可。DH4300 プラス出てきたらこちらの登録をタップ。で、こちらで名前を決めてあげます。で、規約を読んだらチェックして次へ。アカウントを設定していきます。パスワードを打ったら次へ。で、メールアドレスを登録していきます。メールアドレスを入力することによってユーグリーンリンクを使って外から自分の家の NAS にアクセスすることができます。必要ない人は右上のスキップでも OK です。そしたら設定が始まるのでちょっと待ちます。設定完了しました。通知に関しては許可にしていきます。そうすると一番最初にストレージマネージャーっていうのが開いて、こちらでフォーマットをしていきます。今回はハードディスク2台設置しているので2台ともチェック入れてあげて JBOD、RAID 0、RAID 1を選ぶことができます。3台で RAID 5、4台で RAID 6だったり RAID 10を選択することができます。今回2台接続しておすすめの設定としては JBOD かな。こちらに関しては1台壊れたハードディスク1台壊れた場合はそちらのハードディスク
ディスクに入ってるデータは全て読み書きできなくなるってやつ。もう一つは普通に読み込みできます。で、RAID 0の場合は JBOD と比べると速度は速くなるんですけども、一つハードディスクが壊れると全データがなくなるってやつ。で、RAID 1に関しては容量が2本分から1つ1台分減らして8テラ分になっちゃうんですけども、1台壊れてもデータを復旧できるっていう、そういった設定になります。2台の場合は基本的に JBOD がいいかなと思います。次のステップ。で、ファイルシステムに関しては EXT4 と BTRFS2 種類があります。BTRFS の方が機能っていうのは高くなっています。基本的に下でいいような気がします。ここは下でやっていきます。完成するで削除して実行。そしたら準備1つ目のクラウドストレージ作成っていうのは完了したので、次はフォルダを作っていきます。個人フォルダ、共有フォルダ、ユーザーフォルダ、3つの種類で選ぶことができて、個人フォルダに関しては自分専用のスペース、共有フォルダに関しては NAS にアクセスすることによって誰でも操作ができるフォルダ。で、そしてユーザーフォルダに関しては、それぞれのユーザー、管理者以外の人に権限を付与したいという場合は、こちらのユーザーフォルダになります。まずはこちらの個人フォルダを今すぐオンにして、管理者は自分です。制限容量、何ギガまでしか使えないとかもできますね。この自己管理権っていうのをオンにすることによって他のユーザーから隠されますということで他のユーザーから見えないようになりますね。そうすると個人フォルダができました。ここに右クリックで新しいフォルダを作成。動画ファイルとしましょう。これは YouTube で使ってる動画ファイルみたいな感じ。そうしたらこちら Mac のフォルダからここにアップロードしてみます。同一名ファイルの処理。なるほど。最初に選ぶんだね。スキップするか上書きするか保留するか。後から設定もできます。確認。どのぐらいのスピードでアップロードできるのか。ここに出てますね。右上。ダウンロード192メガ。早っ。早い。一瞬で終わる。1.87 ギガ一瞬で終わりました。で、僕が今使ってる Wi-Fi の環境に関しては、ダウンロードが850メガ、アップロードが790メガぐらい。なので、1ギガ回線になってます。で、それで、Wi-Fi 自体は今 Wi-Fi 6E。で、ルーターに関しては Wi-Fi 7、そして10ギガ BPS のランタン紙があるルーターを使っています。で、それでいって、転送速度は今みたいな感じで、だいたい190メガ出てたので、これ無線 LAN のネットワーク速度っていうのは関係ない。無線 LAN の規格、そしてランタン紙の規格の上限まで出るんじゃないかなと思います。なので、家の回線が遅いから NAS 導入するのは無理だっていうことはないですね。で、今、MP4 の動画ファイル、移動させてみたんですけど、これダブルクリックすると、原画のこのフィルター良くて、続いて羊ついてる。全然余裕です。ほら。これ40分の動画です。これ 2K の動画素材なんですけども、原画っていうやつにすれば一瞬で再生できます。すごい。パソコンの中に入ってるのと同じぐらいだ。そう、今回のね、この Ugreen の NAS に関してはこんな感じの OS が入ってまして、Mac 上で動画ファイルを開いてるみたいな感じで操作することができます。という感じで速度に関してはね、今のところ全然 OK です。そしたら軽く初期設定したので、この NAS でどんなことができるのかチェックしていきましょう。まずは右上のアプリセンターでいろんなアプリをインストールすることができます。写真とか同期とバックアップ、あとはシアターとかクラウドドライブ。これがもともとデフォルトでインストールされるようになっています。で、他にもこんな感じでいろんなアプリに対応しているので、自分の好きなアプリを選択してインストールしてみてください。それぞれインストールしたので、どんな感じで使えるのか見ていきましょう。まず一つ目がこの同期とバックアップ。まずこのバックグラウンド自動バックアップをオンにすることによって、スマホ内に入っている写真とか動画を自動でバックアップしてくれるようになります。モバイルデータバックアップっていうのは 4G、5G 回線でバックアップするかってやつ。で、夜間バックアップに関しては夜自動的にバックアップしてくれる設定になります。これもかなり便利なのでオンにしておくのがおすすめ。で、この夜間バックアップの時間とかも選ぶことができます。で、実際にこれアルバムバックアップしてみました。で、今保存した写真とか動画に関してはこの NAS に入ってる写真アプリからチェックすることができます。こんな感じでかなりサクサク見れてるのがわかると思います。読み込みも早いですね。スマホに入ってるのと同じぐらいでサクサク見ることができます。で、これは圧縮されてる写真だっていうので、オリジナルを見たい場合はこちらをタップしてあげると高画質版になるっていう感じ。でもこの状態でも特に画質が悪いとかっていうのはないです。で、動画の読み込みに関してはこのぐらいの速度。スマホに入ってる時よりは若干タイムラグはあるんですけども、普通にかなりサクサク見ることができます。これちなみに 4K60 で撮ってる映像なので、1080p とかだとさらにサクサク見ることができます。で、この写真アプリに関してはかなり便利になっていて、人物識別とか、写真内のテキスト識別、類似、重複写真の識別だったり、画面の識別、こういったスマートモデルがあります。これ全部ダウンロードしておきましょう。これを使うことによって人物自動で識別してくれて、人ごとにアルバムとかを作ってくれるっていう機能もあります。で、あと他にも共有機能も充実してて、例えば友達のアップロード管理、こちらから友
友達を招待してあげると、自分のNASに友達が写真とか動画をアップロードできるようにすることもできます。期限設定もできるし、パスワードの設定もできます。で、あとはこの設定の中の共有ギャラリー、こちらをオンにしてあげると、他の人と共有のアルバムを作ることができます。で、もちろん写真と動画のバックアップだったり、写真を見れるっていうだけじゃなくて、NAS 本来でファイルの保存ももちろんできます。ファイルボタンをタップして、個人フォルダ、ここから例えば新しいフォルダを作って、で、ここから写真をアップロードを押せば iPhone 内の写真アプリから写真をアップロードすることもできるし、こちらのファイルのアップロードをタップすればこんな感じでファイルのアプリが立ち上がって、例えばダウンロードした動画とか重めのファイルなんかをこれ開くをしてあげると、こんな感じでアップロードすることもできます。動画タップしてあげればもちろんそのまま再生することもできます。なので自分でファイルとかを作ってジャンル別に分けたいとか、そういった方はこのファイルアプリから自分好みに保存してみてもいいと思います。もちろんこちらこのスマホだけじゃなくて他のパソコンだったりタブレットからも同じデータにアクセスすることができます。で、今のファイルは個人フォルダの自分のアカウントのフォルダに入れたので自分しか見れないデータになってるんですけども、この共有フォルダに入れることによってNASにログインしてる全員が見れるファイルをアップロードすることもできるので、そういった使い方もできるし、かなり便利に使うことができます。で、今はこちら Wi-Fi 経由で家のNASに接続してるんですけども、 Wi-Fi を切ってあげて 4G、5G 回線からこちらのNASにアクセスしてデータを使うこともできるし、アップロードすることもできます。超便利。そうしたら一回データ消したので、NAS の使い方、フォルダの方を構築していきます。まずは、ユーザーを作りましょう。ユーザーに関してはコントロールパネルからユーザー管理。ここから追加していきます。作成。例えば、太郎で役割は、一般ユーザーで、パスワードの変更は許可しない。太郎が作れました。で、これで次、次郎。で、これ説明に、この人は何をしているのかっていうのを入れておくといいと思います。このユーザーにパスワードの変更を許可しないっていうのをやっておくと、このユーザーの管理、パスワードとか勝手に変えられないので、これはオンにしておいた方がいいと思います。こんな感じで自分のアカウント、そして動画編集者2人をユーザーに入れることができました。もちろんこれ家族とかでも OK です。続いてはユーザーグループも作っていきましょう。動画編集してくれる人のグループを作ってみます。これ説明も一緒ですね。で、メンバーに関してはこの次郎と太郎編集してくれる人なので、この人を入れて次へ。で、権限に関しては今ちょっとファイル作っちゃったんですけども、一回完了でしていきます。そうしたらね、この共有フォルダに新しいフォルダを作っていきます。動画素材とかにしてあげて、ゴミ箱は有効にしておくと、誰かがゴミ箱に入れたとしても、ゴミ箱に一旦残ります。で、そのゴミ箱をチェックできるのはこの管理者のみにしておくと、編集者が勝手に動画素材を消して、ゴミ箱からも消しちゃうっていうことが起きなくなります。これは基本的にオンでいいかな。これで作成していきます。で、今回動画素材っていうフォルダを作ったので、一般ユーザー、この人には読み書き与えるし、こっちの人はアクセス禁止とか、あとはこっちは読み取り専用とかもできるし、あとはこういったグループ作っておくと、例えば10人とか一気に管理することができます。読み書き、これオンにすると、太郎と次郎両方とも読み書きになります。一気に変えることができますね。で、権限のないユーザーからサブフォルダとファイルを非表示にします。これをオンにしておくと、そのファイルのフォルダ自体が見えなくなるっていう感じですね。そしたらね、動画素材のフォルダができたので、こちらにじゃあ動画素材の方を入れてみましょう。そうしたらこの動画素材に動画をドラッグ&ドロップで持っていきます。で、右上のこのタスクセンターのボタンを押すことによってこんな感じで今アップロードがどうなっているのか停止したりすることもできるし、今の状態を確認することができます。じゃあこれ再生してみますか。ダブルクリックで再生。動画再生できました。で、この動画とかに関してはもうユーグリーンの OS みたいな感じになっているので、こんな感じで動画を1個開きながら後ろで作業をすることもできます。で、この動画素材のフォルダに関しては権限、動画編集者には全部読み書きできるようになっているので、ここからこの素材を使用することができます。で、個人フォルダ、ここの中にこんな感じでプライベートの写真とか入れたとします。で、この個人フォルダに入れたものに関しては他の人からは見えないようになっているので、自分のディスクとして使うことができます。なのでこれすごくて、この共有フォルダに関してもこのユーザーには表示させるし、このユーザーには表示させないとか、そういったこともできます。なのでこの NAS の中に自分用のハードディスク、共有用のハードディスク、個人ごとのみんなに割り振れるハードディスクを作れるっていう感じ。しかもそれは全部ネットワークからアクセスできるので、これめちゃめちゃ便利ですね。という感じで、ファイルに関してはそんな感じですね。で、このユニバーサル検索に関してはファイルを検索できる機能になります。この右上の歯車を押すことによって検索範囲っていうのを追加できます。自分のフォルダだけを検索することもできるし、あとは共有フォルダも全て検索することができます。そうすることによって、この検索内容に SE4 って入れてあげると、さっきの動画が出てくると。大容量だとね、
ファイルがどこにあるかわかんなくなるので、こういったユニバーサル検索使ってあげるのもおすすめです。で、ファイルサービス、これを使います。Mac だとこの SMB っていうのが多いですかね。例えばワークスペースを NAS にして適用してあげます。そうすると NAS が有効にされました。で、これどうやって Mac 上でアクセスするのかというと、Mac で Finder を使用してアクセスします。こちらのリンクをコピー、こっちでもいいですね。コピーしてあげて、Mac 上の Finder から移動をしてサーバーへ接続。で、ここからサーバーアドレスっていうのが出てくるので、さっきコピーしたやつをコピペして接続してあげます。サーバーへ接続。パスワードを入れてあげます。キーチェーンに保存しておくと自動で接続される形になります。そうするとですね、ここ左下のところに IP アドレスが出てきまして、全部こうやってアクセスできるようになりました。で、こんな感じで動画素材。こんな感じで Mac 上から iPhone16 シリーズフォルダとしてアクセスすることができるようになりました。これめっちゃ便利じゃない？例えば今撮ってるムービーもコピーしてあげる。早い！めっちゃ早い！で、こっちしっかりとダウンロードとかもしてますね。NAS 上にアップロードされてます。すごい。という感じでね、ネットワークドライブ、普通にハードディスクをつなげたみたいにして使うことができました。便利ですね、これ。タイムマシンのバックアップとしても使うこともできますね。続いてはクラウドドライブ。これめちゃめちゃ便利で、対応しているネットディスクに関しては OneDrive だったり Google ドライブが対応しています。僕は Google ドライブも使っているんですけども、こちらログインしてあげることによって Google ドライブで使っているこの 841GB のファイルをこちらの NAS と同期することができます。Google ドライブを選択。で、これ Google ドライブの下に入っている特定のフォルダだけ同期することなんかもできます。今回は全体でやっていって、で、このローカルパスに関しては自分のこの NAS に入っているフォルダですね。今回 Google ドライブデータというファイルを作ってあげたので、こちらで確定。同期方法に関しても3種類あって、双方向に関しては新しいファイルをどっちにアップロードしたとしても、もう片方の方に同じものが同期されるっていう機能。で、ネットディスクファイルのみ Ugreen NAS に同期するは、Google ドライブにアップロードしたやつを Ugreen NAS にも入れてくれる機能。こちらの場合は Ugreen NAS にアップロードした場合は Google ドライブにはアップロードされません。で、これは逆ですね。Google ドライブにアップロードしたやつは Ugreen NAS には反映されないみたいな感じ。基本的にはこの双方向同期でいいと思います。詳細設定に関しては同期したいフォルダだったり、ファイルの大きさの制限とか、いらない拡張子はオフにするとか、そういった設定もできます。これで次を押して手動で同期するのもできるし、リアルタイム同期ももちろん対応しています。リアルタイムがおすすめ。で、同期タスクに関しては、Google ドライブとしてあげて OK を押すと、自動でスキャンが始まってファイルをダウンロード、アップロードしてくれます。これのいいところは、普段取引先から Google ドライブでファイルをもらうんだけど、それを自分の NAS にも同期してくれたりするので、Google ドライブだと家のネット環境に左右されるんですけども、NAS にダウンロードすることによって高速でデータを使えるっていうメリットがあります。このクラウドドライブも結構便利で、タスクマネージャーで今どんな状況なのかもチェックすることができます。ということでいかがでしたでしょうか。ユーグリーンのナシンク DH4300 プラス。こちらおすすめする人としては、クラウドストレージの月額料金を節約したい人、あとは家族みんなが使える大容量のストレージを用意したい方、初めて NAS を導入する人だったり、とにかくコスパが良くて速度が速い NAS が欲しいっていう方におすすめなモデルになってます。特に写真、動画の自動バックアップも便利だし、AI アルバム機能で人別にソートしたり検索できるっていう機能も便利。あとは仕事で Google ドライブを使ってる人に関しては、データを双方向で同期できるっていうのもかなり魅力的なポイントになります。この値段で 2.5GB の速度を出せる NAS ってなかなかないので、ぜひ NAS 導入検討している人はナシンク DH4300 プラスチェックしてみてください。詳細は概要欄にリンク貼っておきます。ということで以上、バイバイ。